山わらわ。鳥山石燕の数百鬼夜行に描かれた山わらわは、髪が長く目が一つ、全身が毛に覆われ、頭には皿のようなものも見える。この山わらわは山わろとも呼ばれ、九州をはじめ西日本に数多く伝承が残されている。和漢三歳図によれば、その姿は10歳ほどの子供のようで、頭には柿褐色の長い髪を生やし、全身が細い毛に覆われている。胴は短く、長い足で直立して歩き、人の言葉を話すという。また、福岡や五島列島にも山わろがいるとも記されており、姿は人のようで、顔は丸く、髪は赤くて長く目にまでかかり、耳は犬のように尖り、鼻の上に目が一つ、カニやところ、楮の根を食す、とも記されている。他の話にも、大きさは3、4歳ほどの子供くらいで、マムシのような歯があり、頭は扁平だったという話もある。山わろの呼び名は非常に多く、熊本県だけでもヤマンモン、ヤマント、ヤマンワッカシ、ヤマンオジアン、ヤマン太郎、ヤマンボなどと呼ばれ、他の地域でも山わろの仲間としてヤマワランベ、ヤマガロ、ヤマオロ、ヤマン太郎、ワロドン、オジドン、カリコボ、ヤマセコ、セコ、カシャンボ、キノコなどがいる。また、熊本県阿蘇の御峰村では、山わろに山わろうと呼ぶと、山わろが怒ってしまうと言われており、セコという敬称を使うものであると言い伝えられている。この山わろは普段とても気のいい妖怪で、木こりの仕事を手伝ってくれることもあるという。しかし、その扱いには少々癖があり、仕事を手伝ってくれるお礼として、何でも良いのだが、酒や握り飯、特に八体という米や麦をいって焦がしたものが好物で、それらをあげると繰り返し仕事を手伝ってくれると言われているが、山わろに渡すお礼の品は必ず初めに約束したものでなければならず、違うものを渡すと怒ってしまうと言われている。また、お礼を先に渡すと食い逃げされてしまうこともあるという。塩気のあるものが嫌いなようなので、食べ物を渡す場合には注意が必要かもしれない。仕事を手伝ってもらう上でも、いくつかの注意点がある。山わろは人の先に立つのを大変嫌うので、人が先に立ち、山わろが後ろからついてくるようにしなければならない。それに、運んだ木を一緒に地面に下ろすときには、掛け声を1、2の3などと悠長に数えてはいけない。山わろが早く荷を下ろしてしまうからだ。掛け声をかけるときは、1、2で下ろす方が無難である。また、なぜだかはわからないが、大工の使う墨壺が嫌いで、
仕事場の周りに墨壺で墨の線を打つと近寄ってこないという話もある。勝手に風呂に入られたという話では、その湯船に油が浮いて汚れ、ひどく臭かったと言われている。このように山わろは特に人に害をなす妖怪ではないが、いじめると病気になる、からかうと仕返しに遭うと言われ、山わろを殺そうなどと思うと、これを察した山わろがたたり、正気を失ったり、重い病気にかかったり、家が火事になってしまうという恐ろしい一面もある。西日本では天狗倒しなど山中の怪音現象も山わろの仕業とされることがあり、熊本県では倒木や落石の音のほかに、土を落とす音や人間の歌を真似たり、ダイナマイトの葉っぱの音までもさせたという話がある。山わろはカッパとの関係も深い。カッパと同じく相撲を取ったり、牛馬にいたずらを働くというだけでなく、カッパが秋になり山に登ると山わろになるという伝承も多く残されている。夏の間、カッパとなって川で過ごし、秋の彼岸時に山へ渡り、冬の間、山わろとなって山で過ごすのだ。そして、春の彼岸時になると、また川へ渡り、カッパとなって川で過ごすという。このカッパと山わろにもいくつかの呼び名や種類がある。熊本県八代などではガラッパが山わろに、熊本県球磨では川太郎が山太郎に、和歌山県ではガオロがカシャンボに、奈良県吉野では川太郎が山太郎に、宮崎県や大分県に伝わるセコは一日の間に入れ替わり、昼間川で過ごし、夜は山で過ごすという。ヒョウスベというカッパの仲間の妖怪がいるが、このヒョウスベも秋には山に入り、山わろになると伝えられる地方もある。山わろやカッパが山や川へ行き来する際に通る尾根はお先と呼ばれ、ここを山わろたちは彼岸時に群れで移動する。雨の降る暗い夜にはひょんひょんと低い寂しい声で鳴くという。このお先に家を建ててしまうと山わろたちが怒り、壁に穴を開けてしまうと言われている。このお先は尾根の先端部を指していると思われ、土砂災害の観点からも競争の土地とされている。また川に戻る山わろたちを見に行くと、病気になったりひどい場合にはたたりを及ぼすと言われ、一部地域において昔彼岸にはおこもりをし、外出を控えるものだったのである。彼岸は春分の日と秋分の日の前後を合わせた7日間であるが、この日は太陽が真東から昇り、真西に沈む。太陽は真西にあるとされている西方極楽浄土へ向かい、
沈んでいくのだ。そしてこの世である此岸に対してあの世である彼岸が最も近づく日ともされ、先祖を忍び墓参りや法要が行われている。それと同時に九州の一部地域では彼岸ごもりと呼ばれる五穀豊穣を願う神事も行われる。季節により姿形さえも変化させ、川と山を渡る山わろ。異界より現れたもののけか、恵みをもたらす土着の神か、山に捨てられた野生児か、彼岸時に渡りをする渡り鳥か、謎は深まるばかりである。